はい、どうもこんにちは。青木さん GP です。今日はですね、完全な新規勢向け、例えばプレステのセールでね、買ったり、スイッチでディアブロ3買ったりね、で、今から始めますという方のですね、ために、基本的なこと、ディアブロ3のゲーム性だったりとか、ちょっとした、注意した方がいいこととかね、そのあたり、軽く説明していきたいなと思います。初めてディアブロ3を触る方がですね、迷わないために、ガイドにね、ある程度なるような動画になればいいかなと思っております。プレイスタイルですとかね、楽しみ方に関しての言及はいたしません。ちょっとこちらに目次を出してますけども、淡々とですね、説明をしていきたいなというふうには思ってますので、参考になる部分がですね、少しでもあれば幸いです。はい、じゃあ順を追って説明していきましょう。はい、まずこのゲームですね、いわゆるハクスラ RPG、ハックスラッシュ RPG になっております。基本的にはね、ロールプレイングゲームなんですけども、ストーリーモードがあって、ストーリーが終わると、ハクスラのね、アドベンチャーモードというのを楽しんでいくという形になります。最終的な目標はどうでしょうね、人それぞれ楽しみ方あると思いますが、己のね、限界にチャレンジしていく、そういうね、戦い方、遊び方がメインになると思います。最後に説明しますが、グレーターリフトっていうね、超高難易度のチャレンジゲームをどのぐらいのね高いランクまでクリアすることができるか、またそれにねチャレンジできるようなキャラクターをね、やビルドを編み出して作っていけるかということをね、大量にドロップする、アイテムから、組み合わせてね、自分なりに工夫して強くなっていくっていう感じの楽しみ方がメインになると思います。はい。じゃあ前置きはこのぐらいにしてですね、まず基本的なことから説明していきます。はい。ゲーム、購入してもらうとね、一番最初はストーリーを遊んでいくことになるんですけども、その前にね、キャラクターを作ることになると思います。はい。こんな感じですね。はい。まずね、左のここを見ていただくと分かるんですけども、男性、女性とね、これは見た目だけなんですけど、見た目と声ね、だけなんですが、バーバリアン、クルセイダー、デーモンハンター、モンク、ネクロマンサー、ウィッチドクター、ウィザードというですね、7種類のクラスから、好きな、クラスを選んでね、自分のキャラクターを作ることができます。たくさんキャラクター作ることができますし、最終的にはですね、全種類、1人ずつキャラクターを持つことも全然可能になっていますので、まずはですね、好きなキャラクター作っていけばいいんじゃないかなとは思います。近接系のバーバリアン、クルセイダー、はい、弓やね、弓だったりナイフを飛ばして戦う遠距離系デーモンハンター、あとは、パンチ主体で戦うモンク、はい、死体を操るネクロマンサー、ペットが友達、ウィッチドクター、魔法がすべて、ウィザード、こんな感じですね。はい、文句の女性が僕は一番格好は好きです。はい、好きなものをね作ればいいと思います。自分の、ビビビッとね来たものを始めてもらうか、ちょっと合わないなと思ったらもう一回違うキャラをね作ってそっちでも遊んでみるなんてことをやってもらえばいいと思います。でですね、キャラクターのグラフィックの下にある、通常キャラクターって書いてあるところがあると思うんですけども、これ L1R1 でねこう動かしてもらうとこんな風に変わります。まずですね、ノンシーズンとシーズンとハードコアキャラクターについて説明します。まずこの一番左の通常キャラクターっていうのがですね、いわゆるディアブロ3の世界でいうノンシーズンキャラクターと言われているものになります。もともとね、ディアブロっていうのは、ディアブロ3っていうのはね、このノンシーズンキャラクターが基本でした。はい。後からね、シーズン制というものが始まりまして、ノンシーズンキャラクターとシーズンキャラクターっていう2種類に、分類されるようになっています。はい、これはね、通常キャラクターは普通に始めて普通に遊ぶものになります。基本的にはね、定期的に当たる、パッチ、などによってね、ゲーム性やルール、あとはアイテムの種類ね、強化されたり弱体化されたりいろいろありますが、基本的には、これは普通のモードになります。で、今主流のですね、モードがこの左から3番目のシーズンキャラクターっていうものになりますね。はい。シーズンっては何かっていうと、
このディアブロ3をね、運営している会社、ブリザードがですね、3、4ヶ月おきにですね、全く新しい、エッセンスを、投入して、ちょっとね、通常のシーズンと一味違った遊び方をね、提供してくれる、ものがあるんですね。それがシーズンっていうんですけども、だいたい3ヶ月か4ヶ月おきぐらい、にシーズンが切り替わっていきます。で、このシーズンにはですね、特徴がありまして、どんなベテランの、どんなね、装備のいい、レベルの高いキャラクターを持っていても、シーズンが始まったらですね、シーズンキャラクターをレベル1から、もう一度作り直す必要があるんですね。ですので、上手い人も、初めての人もね、ゼロからのスタートという形になります。で、今ね、シーズン22っていう、22番目のシーズンが、進行中なんですけども、これもですね、年明けの2月なのか3月なのか4月なのか分かりませんが、シーズンが終わったらですね、だいたい2週間から1ヶ月ぐらいの間を置いて、シーズン23というのがまた始まっていくと。でまた3、4ヶ月、シーズン23があって、少し休んでシーズン24が始まるという形でですね、この数年間、ディアブロ3は運営されています。はい。毎シーズン毎シーズンね、すごく魅力的な、フューチャーがね、搭載されて、今回の、シーズン22ではですね、またシーズン22独特のね、特徴が追加されています。はい。難しいことはね、ここでは説明しませんが、毎シーズン毎シーズンね、ちょこっとずつレギュレーションというか、ルールが変更になって、その時のね、ルールに、のっとった戦い方だったり、アイテムの組み合わせだったりを楽しめる。そんな、形になっています。で、シーズンキャラはね、シーズンが終わると、消えてしまうのかって心配する人がいるんですけど、消えずにですね、ノンシーズンのこの通常キャラクターの枠の方に移動してきます。で、シーズンで貯めた経験値はね、全部こっちに持って帰ってこれますので、無駄にはなりません。はい。ですので、長くやってる方はですね、通常キャラクターがたくさん溜まっていて、毎シーズンごとにシーズンキャラクターを作っている。もしくは、通常キャラクターをシーズンキャラクターに再生といってですね、生まれ変わらせて遊んでる。そんな感じで遊ぶことになると思います。はい。お金も、手持ちのアイテムも全部リセット。レベル1からのスタートになります。もちろん、シーズンが終われば、キャラクターと経験値だけじゃなくて、ゲットしたね、アイテムや、その他もろもろね、も持ち帰ることができます。で、この間に挟まっているこのドクロのマークですね。こちらがハードコアキャラクターとなります。はい。ハードコアはですね、名前の通りハードコアなモードなんですけども、もしゲーム中でですね、キャラクターが、命を落としてしまったら、普通でしたらね、その場で復活したり、街で復活したりね、できるんですけれども、ハードコアキャラクターの場合はですね、一度死んでしまったらキャラクターがロストします。なので、結構ね、緊張感のあるプレイが楽しめるという感じですね。興味があったらやってみていただければとは思います。で、シーズンとですね、ハードコアシーズンにはランキングっていう概念があるんですよね。で、そのシーズンでのですね、グレーターリフトっていう、難しいコンテンツの、クリアランキングですね。レベルいくつをどのぐらいの時間でクリアしたのかっていうランキングがあるんですけども、その先ほど、3、4ヶ月同じシーズンが続くと言いましたが、中級者とかね、上級者の人たちはみんなね、シーズンキャラクターを作って、そのシーズンのレギュレーションに合わせた装備とかビルドを考えて、で、レベルも上げて、で、ランキング上位の人たちはですね、競い合って、モチベーション維持しながら遊んでいくっていう感じの遊び方になっていくと思います。はい。普通にね、楽しく遊んでる方には何も関係ないと思うかもしれませんが、ここでは詳しく触れませんが、シーズンキャラクターにはね、ヘイドリッグの贈り物といって、シーズン内でね、簡単なミッションをクリアすると、セット装備っていうね、強い装備がプレゼントでもらえたりする特典もあったりして、もしどちらでもいいよっていう方はね、通常キャラクターではなく、シーズンキャラクターを作ってみるのもいいと思います。僕のおすすめは、初めてやる方でも、シーズンキャラクター作ればいいのかなっていう気はします。はい。一回ね、通常キャラクターで普通にストーリーを一回
チュートリアル代わりにクリアするっていうのも全然ありです。で、少し慣れたらシーズンキャラクターを作っても大丈夫です。はい、ハードコアに関してはね、より刺激を求める、場合はね、ハードコアキャラクターを作っていただければいいと思います。こちらが、ノーマルシーズンのハードコアキャラクター。こっちが、シーズンのハードコアキャラクターになります。はい。じゃあですね、まず基本的にはキャラクターを作るんですけれども、じゃあ今回はシーズンキャラクターで、文句のね、女性を作ってみたいと思います。はい。これでね、完全にゼロからのスタートとなり、一緒にプレイできるのもシーズンキャラクターのみとなりますとなります。でこれで OK するとですね、名前を決めて、これでレベル1からね、ストーリーから始まります。はい。ストーリーをね、一度でもクリアしてると、このアドベンチャーモードっていうね、ハック&スラッシュのモードが使えるんですけども、まずはね、ストーリーをクリアすることになると思いますので、このストーリーのね、第1章から順にね、素晴らしいストーリーを見ながら進めていってもらって、で、第5章、最後の敵を倒すまで、ストーリーを楽しんでいただければと思います。ストーリー自体はですね、ナビゲーションもしっかりしていて、どこに行ったらいいか迷ってしまうということはほとんどというか一切ないと思います。次にどこへ行くべきかね、きちんと道しるべをね示してくれるんで、道に迷ったり何したらいいか分かんなくて積むということは、全くないと思います。はい。なのでね、時折流れるね美しいムービーを見ながらディアブロ3の世界を楽しみながらストーリークリアしてみてください。このゲームね、レベルのマックスが70、です。で、レベル70以降はですね、パラゴンレベルといってですね、無制限に、無制限って言っても例えば100、200、1000、1500、2000ってね、どんどんレベルが、上がっていくシステムになっています。ですので、レベル1から70までは普通のレベリング、70以降はですね、パラゴンレベルっていう新しい、レベル制に移行して、そこからどんどん強くなっていくっていう形になります。多分ですけど、ストーリーをね、一度クリアした状態で、多分レベル60から65ぐらいの状況になってるんじゃないかなとは思いますので、レベル70まで頑張って上げてもらったらですね、そこから本格的なハクスラの始まりっていう感じの理解でいいと思います。はい。でですね、まず、最初にやっていただきたいなと思うのが、このオプションですね。このオプションを選んでいただいて、ゲームプレイっていうところがあるんですけれども、ここを選んでもらうとですね、このスキルの自由選択っていうチェックボックスがあると思います。ここにですね、チェックが入っていなかったら、チェックをつけてください。本来ね、各ボタンに割り当てられるスキルっていうのは、例えば、ディフェンス系のスキルとかね、攻撃系のスキルとか、いろいろスキルに種類があるんですけれども、各ボタンにね、その種類が割り当てられてるんですが、昨今のビルドではですね、使えるボタンに、いろんなスキルをね、縦横無尽にセットして工夫して戦うビルドが多いので、このスキルの自由選択っていうチェックボックスがついていないと、例えばサイトでねこんなビルドみたいな、ビルド紹介があったとしても、その通りにねセットすることができませんので、このスキルの自由選択は必ず最初からチェックしといた方がいいと思います。なんで最初からチェックしといてくれないんですよね、これは。多分この状態になってると思いますので、ここをチェック、してあげると今後楽になると思います。あとはですね、書いてある通りなので、お好みでいいと思います。はい、ストーリーモードの目標表示とかね、こういったものはチェックしておいた方がいいとは思います。なってるとは思いますけどね。はい、ここはいろいろ試してみてください。重要なのはこのスキルの自由選択ですね。これにチェックが入ってなかったら必ずチェックするようにしてください。はい。じゃあね、一通り、ストーリーをね、楽しむのはいいんですけど、全く弱いですから、これどうしたらいいのと
レベル1でねストーリーを普通に始めたらどうなるのか、普通にストーリーが始まるわけなんですけども、基本的にはですね、ナビゲーションに従って進んでいっていただければ大丈夫だと思います。はい、こういう形でね、第1章から第5章までストーリーがあります。ちょっとねネタバレになるのでスキップしますが、時折流れるムービーもね非常に美しくて、フル日本語になってますんでね、すごく楽しめると思います。最初はね何も身につけてませんが、もう最初はねこうやって殴るしかないんですけどね、時々宝箱やね敵から装備がドロップしたりします。で手に入れた装備をですね、装備してで少しずつ自分が強くなっていくっていう感じです。今ね何も装備してないのでね、文句はもともと格闘なんでね素手で戦っております他のクラスはね、最初から剣1本持ってたりします。文句はねこのように剣法で戦いますので、一応装備してんのかな、一応この古びたナックルというねものを装備はしてますね。はいはい、ストーリーはですねこうやって、その時々の条件をクリアするとねストーリーが先に進みますので、このように、レベルが2に上がったので、スキルがねアンロックされました。ここにスキルがあるんですけどね、このようにいろんなスキルがねどんどん使えるようになっていきます。これを組み合わせたり、しながらね戦っていくっていう形になります。旋風脚っていうのを覚えましたね。ただのパンチだけじゃなくて、おい強いですね。こんな感じですね。はい、あとはね NPC なんかとこう話してもらうと、例えば強い武器がね売ってたりとかしますんでね、この辺もいろいろ試行錯誤でね試してみてください。お店で買うよりドロップするものを使う方がいいとは思いますけどね。はい、で右下マップ見てもらうとポワーンポワーンポワーンってなってると思いますけどね、ストーリーで行くべき場所はこうやって分かるようになってますので、ほとんど迷うことはないと思います。話しかけるべき人物の頭の上にもびっくりマークが出てますんでね、はい、安心してストーリーを進めることができるとは思います。で途中でね、武器なんかを拾った場合は、パッドをポンと押してもらうとこの画面が出ますので、所持品からね、装備の強さを見比べて使ってみたり、スキルをね覚えたらスキルを入れ替えてみたりとか、いろいろ楽しんでいただければと思います。こんな装備にした方がいい、こんなスキルにした方がいいっていう話はこの動画ではいたしませんので、まずはねストーリーをたっぷり楽しんでください。はい、じゃあ、このままですね細かく話していると、何時間もの動画になってしまいますんで、次から、ストーリーがね終わった後ですねの話をしたいと思います。はい、ストーリーが終わるとですね、まずレベルを70にします。でレベルが70になったら、今度はねレベルアップはパラゴンレベルっていうレベルに変わります。今ねこのキャラクターの下のところに虹のマークみたいなのが出てて、そこの下に1265って書いてあると思いますが、これがですねレベル70になった後レベルアップすると、パラゴンレベル1になって234と進んでいくんですけど、それがですね今パラゴンレベル1265っていう、意味です。ベテランのプレイヤーの方はですねここが3000とかね、ものすごく高いレベルになっている方もいます。でこのパラゴンレベルはですね上がれば上がるほど自分の能力がねどんどんステータスが強化されていくんで、火力と防御力に直結しますので、レベルをどんどん上げる意味はすごく大いにあります。はい、普通にプレイしてればどんどんこのパラゴンレベルは上がっていくと思いますんでね、いいと思います。でストーリーをクリアした後はですねこのゲーム設定からアドベンチャーモードっていうのが選べるようになるので、もう、
ストーリークリア後はですね、ほとんどがこのアドベンチャーモードで遊ぶっていう形になります。まあどこの章に行ってもいいんですが、難易度をね、選んで自分のね強さに合った難易度のところでアドベンチャーモードを楽しむっていう感じになります。ちょっとさっき言い忘れましたけどね、ストーリーをクリアするまでもねこの難易度は選べます。なんで自分がね少し強くなってきたなと思ったら、ストーリーを、進めていく時もねノーマルモードじゃなくてハード、エキスパート、マスター、トーメント2、3、4、5、6と70になるまでは、6までかな選べるかな。あれストーリークリアするまでだったかな、ちょっと忘れましたが、この上にもですねどんどん難しい、レベルがあって、現在ですねトーメント16というのが最高水準のモードになっています。はい、たくさんゴールドがもらえるようになったり、経験値がたくさんもらえるようになったり、アイテムのドロップする数が増えたり、するんですけれども、まあご自分のね、力量に合ったレベルを選んでプレイする形になると思います。あまり難しすぎるとこ行ってもねすぐ死んじゃうんでですね。はい。でもちろん敵もどんどん強くなっていきます。はい、そんな感じです。基本的には最終到達点はこのトーメント16になると思います。でアドベンチャーモードのトーメント16、好きな難易度でいいんですけども選んでいただくと、これでね上にアドベンチャーモードと出ています。これで続けていただくとですね、いよいよアドベンチャーモードの始まりになります。はい。でまあ、十字キー下をね押していただくとマップが出るんですけども、 R1 を押して第1章ですね。ここにびっくりマークが出てて、これがね報酬クエストって言われるものです。毎回ランダムで出てきます。はい、2章のねマップにも3章、4章、5章、好きな章のねマップに、瞬間移動することができるようになってます。これはストーリーをクリアしたからですね。はい。でアドベンチャーモードなんですけれども、大きく分けて、3つ。報酬クエストをやる、ネファレムリフトに行く、グレーターリフトに行くっていう、3個の大きな遊び方があります。報酬クエストはですね、この毎回ランダムで出てくるこのミッションですねをクリアしていくと、報酬がもらえるんですよね。各章に5個ずつミッションが出ます。1章、2章ね、3章、4章、5章と。でこれをですね、ソロでもマルチでもいいのでクリアしていくとですね、各章5個クリアすると街にいるおじさんからね報酬がもらえます。で各章でもらえる報酬の種類はね違ってくるんですけども、それはね、武器をクラフトしたり、後で説明しますが家内のキューブをね、使ってアイテムを変換したり、するのにいろいろ使います。なので報酬クエストはね、たまにやっておくといいかなというふうに思っています。はい。難しいことは置いときましょう。はい。で、ちょっとネファレムリフトとグレーターリフトの説明をする前にですね、家内のキューブの説明をしたいと思います。ここにね、アドベンチャーモード特有のオブジェクト、家内のキューブっていうのがあるんですけども、この家内のキューブはですね、アドベンチャーモードを遊ぶのに非常に重要なオブジェクトになってます。で、これ最初持ってないので、家内のキューブをですね、取りに行かなきゃいけないんですよね。で、家内のキューブのゲット方法と、手に入る場所、あとは家内のキューブで何ができるのかみたいな説明はですね、違う動画で、専門でね説明している動画がございますので、そちら概要欄にリンクを貼っておきます。もしよかったら家内のキューブについてはそちらの動画をご覧ください。はい、こうやってね、アドベンチャーモードを遊ぶのに、必要なねアイテムの変換したりいろんなことができるようになります。はい、あとはねキャラクターの強さを、底上げする家内のパワーというねものも使えるようにこれでなります。はい、じゃあ
ネファレムリフトについて説明しますね。はい、ネファレムリフトはですね、ここのネファレムオベリスクというオブジェクトからいけます。ネファレムリフトとグレーターリフトっていうね、2つのリフトがあるんですね。で、ネファレムリフトはですね、無制限で入れます。何回でも。で、ここで、ボスをね、倒すともらえる報酬が、グレーターリフトの要石っていう石がね、もらえるんですね。で、ネファレムリフトで貯めた石をですね、このグレーターリフトで使って、まあ要するに入場料みたいなもんですね。で、このグレーターリフトにチャレンジして、で、グレーターリフトのレベルをどんどん上げていって、己の限界にチャレンジするみたいな、そういうゲーム性になっています。で、ネファレムリフトに関してはですね、ちょっと軽くじゃあやってみましょう。敵がですね、たくさん出てきて、ゲージを 100% まで貯めるとボスが出てきて、ボスを倒すとネファレムリフト終了になります。マップなどやですね、敵の配置などはランダムになります。こんな感じでですね、左側にリフトガーディアンの眷属を倒せと出ていると思いますが、敵を倒していくとですね、このゲージが上がっていきます。で、ちょっとここではね、難しいことは言いませんが、とにかくですね、雑魚を倒すと少し、あとは強い敵ですね、エリートって言われる、名前欄が青と黄色の敵ですね、これですね、こいつらを倒すとですね、オーブって言われる弾が出ます。で、この弾をね、取るとゲージががっつり増えるんですよね。なので、雑魚を倒して時々出てくる、青い名前と黄色の名前のねエリートっていう敵を倒してあげると、今 31% ですね。で、時間制限などはありません。ゆっくり倒していっても大丈夫です。もう分かりますかね。ドクロで黄色く光ってる玉がありますが、これを取るとね、はい、今青い敵倒しました。これも出ましたね。これ出てますね。はい、これ拾いますとガツガツガツっと増える感じですね。で、これを、99% までまず貯めます。で、ここで出てくる敵の強さなんですけれども、アドベンチャーモードを選ぶときに、難易度を設定したと思うんですが、その難易度に、リンクしています。なのでですね、ネファレムリフトの敵が強すぎてすぐ死んじゃうという場合はね、アドベンチャーモードの難易度自体を下げてみてください。自分がね、無理なく立ち回れるぐらいのレベルに設定してあげるのがコツですかね。はい、高い難易度をですね、時間かけてクリアしても、そこまでね恩恵がないというか、達成感はあるんですけどね。はい、サクッと敵が倒せるぐらいの難易度を選んであげるとストレスが、低いと思います。難しいね、敵に苦労して勝ちたいというプレイスタイルの方はそれでも全然構いません。そこは、いつでもね、ゲーム画面に戻ればアドベンチャーモードをね違う難易度で作り直すこともできますし、あとメニューからね、1段階だけなら難易度下げることができますんで、微調整に、使うんだったらオプション画面からやってもいいと思います。はい、でそろそろ 99% いきますね。はい、倒しますとね、このようにリフトガーディアンと呼ばれるボスが出てくるんですね。ボスもランダムです。で、このボスも倒しますと、これでネファレムリフトは終了になります。たくさんアイテムが出ましたが、このねグレーターリフトの要石っていうものが出ます。いくつ出るかはね設定している難易度によって違うんですけど、1個から4個ぐらい出てきますんでね、これを手に入れたら町に戻ってという形になります。もう何周も何周もね
することになると思います。ネファリムリフトはですね、自分を強くするためのアイテムも落ちますし、あとは素材と言われるですね、ものも落ちますので、何回も何回もレベル上げがてら回ることになると思います。はい、終わったらこの人に話しかけると終了ですね。経験値とお金がもらえて一発終了。で、次のね、ネファレムリフトが開けるようになるまで30秒かかりますんでね、その間にアイテムの整理をするとかいう形になります。で、ネファレムリフトを回るとですね、石がね、たくさん溜まりますので、今ね、ここに47個って書いてありますが、たくさん溜まりますから、これをね、1個使ってグレーターリフトを開くという形になります。で、次、グレーターリフトのじゃあ紹介しますね。はい、いろんな遊び方はありますが、ディアブロ3のね、アドベンチャーモードで最大の、メインのコンテンツがグレーターリフトじゃないかなと思います。グレーターリフトはですね、レベル1から、レベル150まで設定されています。ちなみに150をクリアする人っていうのはですね、とんでもない、すごい人たちだと思ってください。今シーズンはね、いろんな人がクリアしてるみたいですが、それでもすごいです。もう完璧な装備、完璧に近い装備を揃えて、最強に近いビルドを組んで、自分のステータスも上げて、あとはアイテムのね、アイテムにつく性能もランダムですから、そのランダムもね、要素もくぐり抜けて、最高級品を装備して、でプレイヤースキルも上げてみたいなことをねしながら自分の限界までチャレンジしていくという形になります。私はですねレベル120をクリアするのが今限界となっていて、自分のプレイヤースキルを上げたりレベルを上げたり装備をいいものに変えたり、試行錯誤しながらですね121をクリアできる日をね目指しているという感じです。人と、比べるのもいいんですけどね、自分の最高到達点を1でも更新するっていう楽しみですね。でもいいかと思います。でグレーターリフトなんですけどね、このように、レベル1がですね難易度でいうとハード相当、レベル4がエキスパート相当、レベル10でトーメント1、2、3とありますが、今ですねアドベンチャーモードをやってる、モードがですね難易度がトーメント16です。これはグレーターリフトでいうとレベル75ぐらいですよという、ものですね。はい。で僕はね120までクリアすることができて、次121に挑戦できるようになってるっていう感じです。120になりますとねもう敵も硬いですし、攻撃も痛い。で今から説明しますが、グレーターリフトには制限時間があります。ですので制限時間内にクリアできなければダメです。じゃあグレーターリフトの説明をしていきますね。じゃあまず手始めにですね、レベル100ぐらいで行ってみたいと思います。でこれはね皆さんが、クリアしたことのある難易度までしか出ませんので、最初はね低いレベルのしか出てないと思いますが、一個一個クリアしていくごとにどんどん解放されていきます。あとは難易度がね上がれば、最初から高いレベルを選べるようになったりもします。でグレーターリフトなんですけれども、先ほども言いました、グレーターリフトの要石ですねを1個使います。画面の下にですね強化通常って書いてあるんですけども、お金を払ってグレーターリフトを強化するっていうこともできます。はい。こちらはね、詳しくは言いませんが、一番最後にもらえるね、報酬が1回増えると、1回分増えるっていう感じになります。今はあまり気にしなくていいかなと思いますけど、じゃあ一旦レベル100っていうのを言ってみたいと思いますね。はい、このままスタートします。そうするとですねネファリムリフトによく似てるんですけども、時間切れになる前にリフトガーディアンを倒せとあると思います。で左にあるねバー、これよく見ていただければと思うんですが、15分からですねだんだんカウントダウンが始まっています。でちょっとね待ってましょうか。時間が進むごとにですね、白色のバーが右に動いています。
よーく見るとね、時間の表示の左側に砂時計が書いてあるんですけどね、これは時間が刻一刻と迫って一番右まで到達してしまうと残り時間0秒という形になってしまいます。もちろんね、15分の時間を超えてからボスを倒しても街に戻った時に経験値ももらえますが、最後に説明する時間内にクリアした時の報酬がね、もらえなくなってしまいます。はい、どうでしょう。白いバーがどんどん出てきて、紫色のバーがですね、左側にちょこっとだけあると思います。で、この紫色のバーが敵を倒したりオーブを拾ったりすると増える分、まあつまり自分が、ゲットした、分ですね。で、この白い分が、時間とともに経過していく、形です。ですのでまあ、もうお分かりかと思いますが、この白いバーに追いつかれないようにですね、紫色のバーを増やしていかなければなりません。ですので敵が全然倒せない、全然火力が足りない、ようなねレベルにチャレンジすると時間切れになってしまうということなんですよね。でこちらもですね、雑魚を倒しても少しずつバーは動きます。で先ほどのネファリムリフトと一緒でですね、名前が黄色だったり青だったりのいわゆるエリートって言われるね強い敵を倒すとまたオーブが出てきます。さっきは金色のオーブが出てきましたが、グレーターリフトではですねこのように紫色のオーブが出てきます。この紫色のオーブをね取るとガンガンガンとゲージが伸びたと思います。ちなみにですねグレーターリフトの場合はですね道中の敵からアイテムやお金はドロップしません。ボスをね倒した時に大量にアイテムが落ちる仕組みになっています。はい、お察しかと思いますがグレーターリフトのねレベルを上げていけば上げていくほど敵の攻撃は痛くなり、そしてですね、敵の HP も増えて自分がね、強くないと敵の HP を全然減らせなくなってきてしまいます。今ねレベル100というのに来ていますが、レベル100はですね、今の自分の強さからしたらちょうどいいぐらいのレベルですかね。時間切れにならなくてクリアできる程度。115とかね120にいってしまうとですねもう全然敵の HP が減らないですね。これはまだ自分の装備やね、自分のプレイヤースキルが整ってないからなんですけどね、これからもっと強くなっていけば、自分もキャラもね強くなっていけばいつかクリアできることでしょう。こうしてですねグレーターリフトの自分の限界のねランクをクリアすることに、目的が主眼が置かれることになると思います。いいアイテムを手に入れたりですね、パラゴンレベルを上げたりするのは、全てねこのグレーターリフトの高レベルで記録を更新するためというようなね形になってくるんじゃないかなとは思います。なのでね、強いアイテムが出たりするとね、これでいけなかったレベル100がいけるようになったかもみたいな、そんな楽しみがあってですね、よし行ってみようっつって行ってみると全然ダメで、まだ修行が足りみたいな、もしくはねあのアイテムのおかげでグレーターリフト記録更新できたとかね、そういうこともあると思います。はい、順調にねバーが伸びてますね。でこれもですね、右端までゲージが伸びきるとボスが出てきます。そしてですね15分の時間制限内にボスを倒すことができれば、はい、クリア報酬を得ることができます。これはおそらくねクリアできますので、どんな報酬がゲットできるのかクリアした後ご説明したいと思います。と言ってもね敵は強いですよ。よしよし、とはいえ頑張ってますからそろそろ
ハマりそうだぞ。まだ使えない。はい、進捗がね残り 5% を切るまだと使えない。緑色のバーのところにね数字で 95% とかね表記が出てくるようになります。まだ使えない。はい、95% 出ましたね。あと 5% でボス出てきまだます。使えない。はい、これでボスが出てきました。そしてですね、最後に出てくるボスを時間切れする前に倒せばクリアとなります。グレータリフトのボスを倒した場合はですね、はい、チャレンジするランクにもよりますがね、このようにたくさんのアイテムが出てきます。ランクがね、高ければ高いほどたくさんのアイテムが出てくると思います。でですね、通常のアイテムの他にですね、レジェンダリージェムというものを、落としてくれます。レジェンダリージェムね、ちょっと説明が難しいんですが、このようなものでですね、はい、いくつか種類があります。で、それぞれのジェムにはですね、それぞれの効果がありまして、これもね、ジェム一個一個にランクというのが設定されています。今この絶望せし者の石っていうレジェンダリージェムはランク120になってますが、右側に書いてあるね、2% ずつって書いてある部分がですね、いわゆるランクが上がると数字が増える部分になります。こうしてですね、グレーターリフトでもらえるレジェンダリージェムをですね、装備にはめ込んで強化する、強化パーツですね、になります。ちょっと分かりにくいですがね、今ここに対局、テグランク118とありますが、レジェンダリージェムごとにですね、独特ないわゆるその特殊効果がついてまして、それがですねランクを上げていくと、この青い数字がどんどん上がっていって効果が高まっていく、つまり自分がキャラクターが強くなるという形になります。ではですね、この、レジェンダリージェムはどうやって強化するのかっていうことなんですけども、それがですね15分以内にグレーターリフトをクリアしたご褒美になります。ここに出てくるウルシさんにですね話しかけますと、宝石のアップグレードというメニューが出てきます。ここでですね所持している、数々のですね、ジェムをですねアップグレードすることができるんですね。で右側に残り回数3プラス1とありますが、これはですねもともと3回アップグレードできるんですけども、死なずにクリアすることができたので、もう1回ボーナスで4回ですねアップグレードできます。さっき強化するってありましたが、お金を払ってグレーターリフトを強化するとさらに1回、増えます。ですので強化したグレーターリフトで死なずにノーデスクリアすると、5回アップグレードできるっていう形になります。で今ですね、レベル100をクリアしましたので、こうするとですね、はい、青いところの数字が変わったと思うんですけども、このように少しずつですねランクが上がるとここの数字が上がっていって、このジェム自体が強くなる。そしてこのジェムを装備にはめ込むことによってさらに強くなるという形になります。今はですね、レベル100をクリアしましたので、ランク90まで、91までかな、91までは、ノーリスクで上げることができます。はい、で92にしようと思ったら確率が 90%、93にしようと思ったら何%っていう形でですね、ある程度のランクまでは、確率が下がるだけで、運さえ良ければアップグレードできるんですが、結構ねかけ離れてくるともう確率が 0% になってしまいます。ですので、すでにランクの高いジェムをですねさらにアップグレードしようと思ったら、そのジェムをね使って、使わなくてもいいんですけど、さらにね高いグレーターリフトのにチャレンジしてそこをクリアする必要があります。
120まで上げたジェムをですね、121に上げようと思ったら、グレーターリフトの130をクリアすれば、100% の確率で120から121に上げることができます。なのでね、そういうバランスも含めていろいろ楽しめる要素となっています。はい。じゃあですね、そろそろ最後に近づいてきましたが、先ほど紹介したね、レジェンダリージェムはどうやってはめるんだって話なんですけれども、ちょっとね、ややこしいのでアイテムを整理しちゃいますね。はい。グレーターリフトでもらえるレジェンダリージェムはですね、アミュレット、リング2箇所、このね3箇所に3つまで装備することができます。好きなだけ装備することはできません。ですので、数あるですねレジェンダリージェム、個性豊かなねレジェンダリージェムの中から3つを選んでねはめ込むことができます。ですので、どのジェムをね3種類選ぶかっていうのもそのビルドのね、バリエーションになってきます。ですので装備の組み合わせプラスこのジェムのね組み合わせプラススキルの組み合わせ、あとは先ほど説明したカナイキューブでですね抽出したパワーの組み合わせ、こういった複数の組み合わせですねビルドを作っていくっていう、ちょっと一見ねややこしく感じるかもしれないんですけども、そんなね奥深いシステムになっています。はい、ざっくりね、紹介してきましたが、まだまだお伝えしきれてない部分もあるし、細かい話をもっとしたかったなっていう部分もあるんですけども、この動画はですねあくまでも新規前の方がディアブロ3始めてみたけど、どんな風に遊ぶ感じのゲームなのみたいなね、ことで、迷わないようにということで参考までに、簡単にねざっくり説明させていただきました。ちょっとでも、参考になればいいなと思ってます。じゃああと最後に本当に最後の最後に2つだけ、まずですねビルドって言ってもですねもう全然わかんないですよね。装備もわからないしスキルもわかんないという方多いと思います、新規の方は。で、強い人のですね装備だったりスキルを知る方法があるんですね。それをご紹介します。一番初めにですねノンシーズンキャラクターなのかシーズンキャラクターなのかっていうお話をしたんですけども、このキャラクターはシーズンキャラクターなんですね。中央の上にシーズンと書いてあります。つまりですね、今シーズン22というのが開催されているんですけども、このキャラもですねランキングに参加してるんですよね、自動的に。オプションボタンを押してもらうとここに葉っぱのマークがついていてランキングっていうのがあるんですが、これをですね押してもらって上のねここの R1 でねこのタブを切り替えてもらうとグレーターリフトっていうのがあって、ここにですねデーモンハンター、自分のクラスのね、ランキングが見れるところがこうあります。でここにですね、トップグローバルっていうのがありまして、このですねデーモンハンターで、今シーズンですね、全プレイヤーがランキングに参加してますので、この1位の人はですね135レベルを13分8秒でクリアしましたよっていう記録なんですけども、これをですね丸ボタンで選んでいただくとどんな装備をしてどんなジェムをつけてでどんなスキル構成にしてるのか、見ることができるんですね。ですので始めたての方でですね、ぜひできればシーズンキャラクターがいいよって言った理由のうちの一つなんですけれども、シーズンのランキングはですねすごく参考になるこう装備のね見本市みたいになってるんですよね。
今私が164位と風になってますが、私の装備もねここに公開されてるわけですね。ですのでこう上位の方の装備をですね、見させていただいて、こんな装備でこんな特性値をつけてるんだとかですね、スキルに関してもこんなスキルつけてるんだとか、参考にしてね、意味も分からず使うことはできないと思うんですけども、なるほどその組み合わせあったかとか、そういったね発見につながりますんで、シーズンキャラクターを作ってもらえればね、このランキングで他人の装備をね、参考で見ることができますから、ここもシーズンキャラクターのいいところかなというふうには思います。あとフレンドさんがねやってればフレンドさんの装備も確認することもできます。はい。あと、最後にといった2つ目ですが、実際にレベル70になってからですね、どうやって装備集めたらいいのか、正直わからない、と思うんですが、それに関しましてはですね、私が別の動画で紹介しています。主にね、こういうふうにするであろうっていうね、考えられる装備の集め方をね、網羅した動画を出していますので、こちらの動画も概要欄に貼っておきますので、もしよかったら、こっちの動画も参考にしてみてください。はい。それじゃあ、長々と喋ってしまいましたが、この動画がですね、新規勢の方、初心者の方の、ちょっとでも参考になればと思って投稿させていただきました。はい。それじゃあ、このチャンネルではね、初心者向け動画、を公開したり、あとはライブでね、雑談しながら皆さんと遊ぶ配信をやったりしています。ディアブロ3好きのね、皆さんが、一緒にね、交流できるような場にしたいなと思ってますし、初心者の方にね、ちょっとでも役に立つコンテンツを出していきたいと思ってますので、もしよろしければ、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。それじゃあ、皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。